今日はダイソーの材料を使ってビーズ刺繍のお花のイヤリングを作ります。材料はシードビーズ、ピンク系、こちらはホワイトやイエローやブルー系、グリーン系などありました。そして台座付きビジュー、6mm のビジューです。そしてイヤリング用金具ゴールド、それからフェルト、そしてコーヒー。すいません、これだけでちょっとバーコードがわからないです。針はダイソーにある針セットの絹縫いを使います。糸だけダイソーさんのじゃないんですけれど、みゆきさんのビーディング糸を使います。針と糸はダイソーさんにも店舗によってはビーズステッチ用の針と糸が手に入るようです。それと接着剤と爪楊枝があると便利です。でプラスチック用と書いてあるんですけれど、布などにも使える接着剤です。それから T ピン、Q ピン、こちらもダイソーさんで購入したものです。それからやっとこ類、平やっとこ、丸やっとこ、それからニッパーを準備しました。そしてマーキングチャコがあると便利です。図案というほどでもないんですけど、ビジューの直径 6mm の円と 10mm の円と 12mm の円を描いたものを準備しました。まずフェルトに図案を写していきます。これはやらなくても大丈夫です。マーキングチャコをフェルトの上に置いて、図案を置いて、そしてなぞっていきます。まずビジューを縫っていきます。針に糸を通して1本取りで玉結びをしています。最初に後ろから針を出して1針分縫っておきます。ビジューの横の穴の近くに針を出して糸を通します。ビジューの幅に合わせて針を落とします。もう一度同じところを縫います。最初に針を出したところと同じところ針を出してもう一度縫います。このビジューは4つ穴があるので、先ほどは横方向に縫ったんですけれど、今度は縦方向に縫います。同じようにビジューの穴のそばから針を出して反対側の穴の方に針を出します。ビジューの幅に針を落として同じようにもう一度縫います。縫い終わったら後ろに1回か2回ぐらいフェルトに糸を通して玉結びをします。次にビーズを縫っていきます。5等分した線を描きました。最初に型紙に書いておこうと思ったんですけど、ちょっと忘れてて
こに書いて写せばよかったです。先ほどと同じように、1本取りで玉結びをしています。最初に同じように1回縫っておきます。5本の線のビジューの際のところから針を出します。1種類のビーズを5個取ります。そうしたら次の5本の線のこのビジューの際に縫い付けます。もう一度糸を通します。同じようにあと4個同じようにします。続いて先ほどとは違うビーズを使います。この5本の引いた間の最初に引いた 8mm の線のところを使います。8mm の直径の円の線です。先ほど書いた5本の線の間のところに針を出します。ビーズを10粒取ります。1つ進んだこの線の間の、8mm の直径の線のところに針を刺します。もう一度糸を通します。これをあと4回繰り返します。続いてまた違うビーズを使います。次は 12mm の直径の円のところでこの5本の線上のところにビーズを縫っていきます。一番外の円のから針を出してこちらと同じように10粒ビーズを取って同じように縫っていきます。これを同じようにあと4回刺繍していきます。はい、これで刺繍の部分は完成です。そしたら糸を切らないように
形に合わせてフェルトを切っていきます。イヤリングの裏の処理をしていきます。ビーズ刺繍したところに合わせて裏の合皮をカットします。こちらの糸を使ってビーズ刺繍した裏にイヤリングパーツを縫い付けます。接着剤を使って表地と裏地を貼り合わせていきます。金具のここにも接着剤を入れます。この接着剤は少し時間を塗ってから少し時間を置いてから貼り付けます。しっかり乾かします。接着剤が乾いたらこの周りをブランケットステッチで縫っていきます。この糸の1本取りで縫っていきます。玉留めが隠れるように内側から針を刺して糸を引き出します。合皮とフェルトに針を刺して針に糸をかけて針を引き抜きます。これを繰り返していきます。最後まで縫ったら玉結びをして生地の間に針を入れてぐっと引っ張って玉結びを隠します。こちらのイヤリング用の金具は缶がついているのでこうしてここにぶら下げるんですけれど、大きいパールとか可愛いかもしれない。今日はビーズボールを作りたいと思います。まずビーズを3個糸に通します。そしてビーズ1個に糸がクロスするように通します。糸を締めます。たら左右に1つずつビーズを通します。そして1つのビーズに左右の糸がクロスするように糸を通します。糸をキュッと引きます。同じようにもう一度左右に1個ずつビーズを通した後に1つの穴に糸がクロスするようにビーズを通します。糸を締めます。そしたら左右に1つずつビーズを通して
こちら側の反対側のこの先のビーズに糸がクロスするように糸を通します。ゆっくり糸を引いて引き締めます。これでボール状になりました。今こちらの面が編めていて、こちらの面が編めていないので、ここを編んでいきます。編めてない面の上にして糸を通してきて、この上にあるビーズで糸をクロスさせるようにビーズに糸を通します。糸を締めます。これを繰り返していきます。90度回転させて、左右のビーズにそれぞれ糸を通して、頂点のビーズに糸をクロスさせるようにして糸を通します。また90度回転させて、同じように左右の糸にそれぞれ左右のビーズを通して、頂点で上のビーズでクロスさせるように糸を通します。また90度ひっくり返します。最後の面は片方は、右側左側でもいいんですけれど、右のビーズにだけ通して、左側は左のビーズと上のビーズに通してここで結びます。さっき入れたところのビーズに糸を戻すように通して糸を引いて結び目を隠します。残った糸は 4,5 回ぐらいビーズに通して糸をカットします。完成です。作ったビーズボールに T ピンを通します。T ピンを90度に曲げます。7ミリのところで T ピンをカットします。T ピンを丸めます。イヤリング金具に付属していた丸カンを使って本体にビーズボールをつなげます。
これで完成です。